抹消されたガンダム開発計画、アナハイムエレクトロニクス社の歴史宇宙世紀0083編。機動戦士ガンダムシリーズの世界である宇宙世紀において、たびたび製造メーカーとして登場するアナハイムエレクトロニクス社は、様々なモビルスーツを開発し、敵、味方問わず各種陣営に納品することで、死の商人とも呼ばれる、ガンダム世界から欠かせない重要な企業です。今回は、そんなアナハイムエレクトロニクス社について、機動戦士ガンダムの舞台である宇宙世紀0079から、機動戦士ガンダムスターダストメモリーの舞台である宇宙世紀0083までの歴史を解説させていただきます。アナハイムエレクトロニクス社は、漫画アナハイムレコードによると、宇宙世紀0079以前、本社は地球の北米にあるとされるものの、本社所在地は明確にされておらず、実質は月のグラナダが本社機能を果たしているとされています。電子・電気機器の製造販売を行う軍産複合企業であり、一般家電製品で業績を上げていた一方で、宇宙開発に盛んに出資していた企業とされています。そんな中、宇宙世紀0079、機動戦士ガンダムの世界において、ジオン公国が地球連邦政府に対してコロニーの独立戦争を挑みました。一年戦争と呼ばれるこの戦いにおいて、あまりアナハイムエレクトロニクス社の名前は出てきません。しかし、エンターテイメントバイブル1機動戦士ガンダムモビルスーツ大図鑑11年戦争編によると、ジオン公国占領下の月面都市グラナダでアナハイムエレクトロニクスがザク2のバリエーション機体の製造を行っていたとされているほか、小説版ジオニックフロント機動戦士ガンダム0079日刊では、フェンリル隊のゲラート少佐が機材の多くにアナハイムエレクトロニクス製品が使用されていることから、戦争の勝敗にかかわらず真の勝者はアナハイムエレクトロニクスではないかと複雑な気持ちになる様子が描かれています。また、一年戦争時はジオン公国のモビルスーツ開発を支えた企業が数多くありました。最初のモビルスーツであるザクやランバラルが登場し、ガンダムを苦しめたグフ、遅すぎた秀逸モビルスーツであるゲルーンを開発したジオニック社、常にジオニック社と競合し、ズダや10モビルスーツのドムを開発したツイマッド社、モビルアーマーに強みを持ち、ズゴック、グラブロ、ビグロなどを開発した MEP 社、そして水陸両用モビルスーツアッガイを開発したスウィネン社、このような軍需企業があります。さらにモビルスーツ本体の製造メーカーの他にも、武装やパーツ関連を開発して第一線を張る企業が数多く存在していました。こういった点から一年戦争時点のアナハイムエレクトロニクスはすでに軍事産業へ取り組んでいるものの、矢面には出ない企業であったと推測されます。ただし、機動戦士ガンダムキオリジンでは、アムロの父親であるデムレイがアナハイムエレクトロニクスのモビルスーツ開発部長としてガンキャノンの開発責任者を務めているほか、ジオリジン漫画版ではガンダムやガンキャノンの開発は地球連邦軍協力のもとアナハイムエレクトロニクスが行ったという設定にされています。これではないか。一年戦争終結後、宇宙世紀0080、アナハイムエレクトロニクスは軍事産業への本格参戦を決定し、ジオン公国の軍事産業系企業の買収に動きます。そしてジオニック社、ツイマッド社、MEP 社、スウィネン社の全てを傘下に収めることに成功します。また連邦系の企業においても、ガンダムが装備するビームライフルなどを開発したブラッシュ社とセイバーフィッシュなどの航空機メーカーであるハービック社を吸収します。そして月面のフォン・ブラウン市郊外にアナハイムビルという自社ビルを建造し、月面に多数の工場を保有して以降はラビアンローズという研究施設を兼ねたロック艦を建造しました。こうしてアナハイムエレクトロニクス社はモビルスーツ開発生存経営方針をシフトしていったことにより、歴史の表舞台に立ちました。特にジオン系の技術はアナハイムエレクトロニクスかアクシズに逃れたネオジオン陣営しか持たない技術となったので、相対的にアナハイムエレクトロニクスの価値が高まる結果となりました。3年生き恥をさらしこの時を待った。宇宙世紀0083、ジオン系の技術に強い企業として成長したアナハイムエレクトロニクスは、地球連邦軍主導でガンダム開発計画、別名ガンダムプロジェクトを行うことになります。一年戦争終結後、地球連邦軍はジオン公国軍から接収した資料や施設からジオン脅威のメカニズムを知ることになりました。
そこでモビルスーツのさらなる高性能化を目指して立案されたのがこのガンダムプロジェクトです。この当時の地球連邦軍は新型モビルスーツの開発体制が整っておらず、またアナハイムエレクトロニクスがジオン系軍事メーカー最大手だったジオニック社を吸収合併していたこともあって、この計画の管理責任者となるジョン・コーベン中将が外部委託推進の方針を取り、アナハイムエレクトロニクス社が手掛けることになりました。 GP シリーズ開発は今後の連邦軍からの大量受注を受けるためにもアナハイムエレクトロニクスが社運をかけた一大プロジェクトとして始動します。これによりアナハイム製の超高性能ガンダム5機が設計されました。アナハイムエレクトロニクス社内でも連邦系技術を得意とする先進開発事業部クラブワークスが担当し、連邦軍の要望を最大限盛り込んだ仕様として設計され、 GP01 から GP04 までの4機の原型となったガンダム試作0号機ブロッサム、そして RX78 ガンダムをベースとして人型兵器としての性能を最大に引き出すことをコンセプトとして、0号機と同じくクラブワークスによって開発されたガンダム試作1号機ゼフィランサス。アナハイムエレクトロニクス社内でもジオン系技術を得意とする第2研究事業部が開発を担当したガンダム試作2号機サイサリス、1号機と同じくクラブワークスによって開発されたガンダム試作3号機ステイメンおよび航空系のグループ企業やモビルアーマーの開発経験が豊富な旧ジオン系のメカニックが合同開発したアームドベースオーキス、そしてそれらをドッキングした姿である拠点防衛用大型機動兵器ガンダム試作3号機デンドロビウム、そして2号機と同じく第2研究事業部が担当したもののガンダム試作1号機フルバーニアンとコンセプトが被ったため開発が中止されたはずの機体であるガンダム試作4号機ガーベラとなります。機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーの劇中では1号機と2号機の重力化における性能テストのためにアナハイムエレクトロニクス社のシステムエンジニアであるニナ・タープルトンが強襲揚陸艦アルビオンに搭乗しトリントン基地に降り立ちました。そしてトリントン基地へ搬入された2機のガンダムのうちガンダム試作2号機がジオン残党のデラーズフリートによって奪取されるところから物語が始まります。1号機と2号機は戦いの末共に大破しました。聞こえているかガトー、返事をしろ。貴様に話す舌など持たぬと言ったはずだ。その後コウ・ウラキはラビアンローズにてアナハイムエレクトロニクス社の社員であり試作3号機の担当システムエンジニアであるルセット・デビーの協力のもと3号機を強奪しノイエジールに登場するアナベル・ガトーと戦いを繰り広げていきます。一方でガンダム試作4号機はスターダストメモリーには登場しませんが、アナハイムエレクトロニクス社のオサリバン常務が悲しき過去を持つ宇宙海賊の女帝シーマ・ギャラハウと密約を結びジオン系モビルスーツに見えるように改装されたガーベラテトラとして譲渡しています。このようにアナハイムエレクトロニクス社は0083のデラーズ紛争時には連邦系の技術とジオン系の技術の両方を持ち合わせた企業として成長しており、さらにテロリストだろうと反連邦組織だろうとジオン残党だろうと金さえ払えば相手の身分を問わず誰でも顧客にするという性格が見て取れます。お前は一体どっちの味方だ。オサリバン常務がテロリストであるシーマとつながりがある理由の一つとしてアナハイムエレクトロニクスのグラナダ支社が一年戦争時にジオン占領下であったこともあり、元キシリアの部下であるシーマやジオン残党とつながっていたということが考えられます。またアナハイムエレクトロニクス社が利益を拡大するためには連邦軍のみならずジオン軍へも兵器を供給する必要がありますが、ジオン軍へ兵器を供給することは当然ながら連邦軍が認めません。そんな中アナハイムエレクトロニクスの強力な兵器の供与を求めるシーマとテロリストから脅迫されたというジオン軍への兵器供与の理由付けが欲しいオサリバン常務の利害関係が一致した結果、シーマの手に4号機が手渡されました。しかし最終的にシーマはデラーズ紛争で戦死し、オサリバン常務は紛争終結後に自殺したとも謀殺されたとも言われています。デラーズ紛争終結後、デラーズフリートの残党はハマーン・カーン指揮下のアクシズへ敗走しました。一方で地球連邦軍は戦いには勝利したものの核兵器搭載モビルスーツであるサイサリスを奪取されたことや北米穀倉地帯へのコロニー落下阻止作戦を失敗したことなど数々の作戦失敗を重ねてしまいました。中でも
南極条約で禁止されている核兵器を搭載したサイサリスを開発していたという事実の露呈を恐れた地球連邦軍は、アナハイムエレクトロニクス社に対して GP シリーズと関連する全てを秘匿し、研究成果や技術そのものも封印するという内容の機密書類を締結します。アナハイムエレクトロニクス社としても、オサリバン常務によるベラーズフリートとの試作4号機の裏取引があったことから GP シリーズを公にできないという事情がありました。ただし GP シリーズのモビルスーツのような機密度が高いもの以外は規制されていないので、一年戦争末期すでに提案されていた技術である全天周囲モニターのような技術は規制対象から除外されています。こうして社運をかけた一大プロジェクトであったガンダム開発計画は初めからなかったこととして抹消されてしまい、アナハイムエレクトロニクス社は大きな損失を被ることになりました。そして同時にベラーズ紛争でジオン軍残党の脅威を知った地球連邦軍は、ジオン残党狩りを目的とした精鋭特殊部隊ティターンズを設立します。もともとジオン系の企業を吸収して成長したという経緯を持つアナハイムエレクトロニクス社は、新スペースノイド派が多く存在する企業であるため、スペースノイドを良しとしない地球連邦軍からは警戒すべき存在でもありました。そんな中、ティターンズが台頭したことで、地球連邦軍内のスペースノイド排斥派の圧力が強くなったため、アナハイムエレクトロニクス社を地球連邦軍内部から排除する動きが強まっていきました。こうしてアナハイムエレクトロニクス社はベラーズ紛争の余波が大きく、企業の存続さえ危ぶまれる事態に陥っていくことになります。しかし0085アナハイムエレクトロニクスへ次世代モビルスーツの開発を求めるある人物の登場によって次の戦争へ大きく関与していくことになるのです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。